はい、こんにちは、梅野です。本日は新緑の写真を撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここ撮っていきましょう。結構木に囲まれているところで、ところどころ木漏れ日が落ちてきているんですけれども、他の木は影になっている中、目の前にある木、ここは上から光が当たってで新緑の緑の葉っぱに光が透けて綺麗なので、ここを撮っていきたいと思います。で横構図で撮っても綺麗なんですけれども、僕の使っているレンズは 24mm までしか広角がないですので、横構図で撮るとここのいい雰囲気は撮れるんですけど、木の上の部分が入りませんので、ここはもう縦構図を使って撮っていきたいと思います。でカメラをローアングルに構えまして、で上を見上げるような配置で撮っていきます。でここの木に光が当たってますので、周りは影になっている木を配置することで、ここの撮りたいものを強調するような、そういう配置の写真を撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは全体的にピント合わせていきたいので、F 値は 6.3 まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは250分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイ0のハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はメインの木の上の方の幹に合わせた写真を撮っています。そこに合わせることで、一番メインに撮りたい木のところはしっかりピントがありまして、手前の地面であったりとか手前の方にある木とかはそんなにボケてはないんですけど、若干ボケてくれますので、より撮りたかった光が透けている木を強調できるんじゃないかなと思います。で地面の部分は明るいところと暗いところがあるんですけれども、暗いところを手前に持ってくることで、光が当たっている木のところをより強調することができます。で地面のシャドウの部分と画面の左右の日陰になっている木のシャドウ、それを入れることでメインの木がより際立っているんじゃないかなと思います。こういう方法を額縁構図っていうんですけれども、今回はそういう額縁構図で使えるものがありませんでしたので、光と影の明暗差で額縁を作り出して撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。上を見上げていくと葉っぱが垂れてきてまして、でちょっと木の間が空いてて、そこから太陽光が当たっていますので、ここをローアングルから撮っていきましょう。でどこにピントを合わせるかなんですけど、手前の葉っぱにピント合わせた方がちょっと面白い写真になるんじゃないかなと思ったので、手前にピントを合わせて、で F 値を上げることで太陽の光をキュピンとさせて撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。できるだけ手前から奥の方までピントがあってほしいのと、太陽の光をキュピンとさせていきたいので F 値は10に設定しました。シャッタースピードは実際のところに向けると125分の1秒出てましたので、ISO感度は100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ほぼ真上を見上げるような形で撮りまして、上の方は葉っぱが生い茂ってるんですけれども、その中でも空間が空いたところがありましたので、そこに太陽があることでそちらの方に目線誘導するような写真になっております。でピントは手前の方に合わせてますので、葉っぱの透けている感じを撮りたかったっていうのが分かるというのと、手前にピントが合っていることで奥の方は F10 にしてもボケていってますので、奥行き感も感じる写真になったんじゃないかなと思います。でハイライト重点速攻、普段やったら使うと思うんですけれども、今回は刃の透けている感じと周りのこの色味っていうのを出したかったので、
こではハイライト重点速攻を使わずにマルチパターン速攻を使って撮ってみました。で F 値は10にしたことで、その狙ったボケ感と太陽がチュッピーンとしてくれてますので、新緑の若々しさとかそういうのを表現できたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここにベンチがありまして、でここの後ろの葉っぱも、生えてきたばっかりの葉っぱであるのと、背景の木のところも、新緑らしい鮮やかな緑をしていますので、ここを撮っていきたいと思います。で広角で撮りまして、で僕はしゃがんで撮っていきます。でベンチのところにピント合わせて、でそこの草と背景の緑を入れて撮っていくのと、今いい感じに白い雲と青空が出てますので、そこまで入れて撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。通常であれば F 値を上げて撮っていくシーンだと思うんですけれども、ここは F 値を4に設定してピントはベンチに合わせることで、メインはこのベンチの感じの質感を撮っていくような写真になってまして、その他は副題的な感じで使いたいので F 値を4にしてピントが合う範囲をちょっと狭くしていきたいと思います。シャッタースピードは400分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントはベンチの背もたれの部分にピントを合わせていまして、F 値は4に設定したことでピントの背もたれのところの辺にはしっかりとピントが合っていまして、でこの全体の写真で見ると分かりにくいんですけれども、背景の木の葉っぱであったりとか青空とかは微妙にボケてくれていますので、手前のベンチの存在感を分かりやすくして撮ってみました。でシンプルに公園のベンチとで新緑の緑とで緑をもっと鮮やかに見せてくれる青空が入ってますので、綺麗な色味で撮れたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのところを撮っていきます。草がいっぱい生えているんですけれども、ここの部分、あそこの葉っぱに光が当たってまして、で下の緑の葉っぱのところにも光が当たってて綺麗なので、あそこのちっちゃい世界観を撮っていきたいと思います。で暗いところと明るいところ、明暗差が激しいところなので、ここはハイライト重点速攻と露出を落としていくことで、明るいところも若干暗くしつつ、背景は結構真っ暗で、光が当たっているところの世界観だけを撮るような、そういう写真を撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値4に設定して、ピントが合っているところ、それ以外の前後はボケさせて撮っていきます。で暗い場所でさらに露出とか落として撮りますので、シャッタースピードが遅くなります。なので ISO200 まで上げて、シャッタースピード50分の1秒出るように設定してみました。露出はマイナス 1.0、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントは右側の光が当たっている葉っぱの部分にピントを合わせて撮っています。で構図は3分割の構造を使っておりまして、右上の交差点にちょっと背の高い、光が当たっている葉っぱの部分を配置して、下の横のラインのところに地面の光が当たっている葉っぱを配置して撮っています。露出をマイナス 1.0 に下げたことと、ハイライト重点速攻を使ったおかげで、光が当たっているところ以外は目で見ているよりもより暗く映りまして、光が当たっているところもピカピカと白飛びすることなく撮れたかと思います。で新緑の緑はすごい鮮やかな緑ですので、光に透けさせて撮るのもいいですし、こういう露出を抑えて落ち着いた色味で撮ってあげると、緑の綺麗さっていうのがより出るんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここから撮っていきます。
手前が日陰になっている暗いところにいるんですけれども、その奥に青色のブランコがあります。あれを取っていきたいと思います。で、手前のこの暗い位置に立ちまして、ローアングルから撮っていきます。そうすることで写真の左側日陰になっている木がありますので黒く締まります。で、地面も日陰になってますのでここが暗く締まります。で、そこのこの暗い間のところに、新緑の木と空とで青いブランコがありますので、メインアンサの L 字構図を使って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の部分はボケさせて、ピントが合っているところ、ブランコのところがピントが合ってくれたらいいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイ0のハイライト重点速攻を使って手前の暗い部分をより暗くで、ブランコとか、見せたい新緑の部分は白飛びしないようにハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の影の部分を使ったことで、メイアンさんの L 字構図みたいに配置しまして、その右側の空いた部分にブランコを配置して撮ってみました。手前の部分が、シャドウの部分が多く占めたことと背景の部分の色も少ないので鮮やかなこのブランコの色味が目立ったんじゃないかなと思います。で、ここは木が多い公園になってまして、今日は土曜日に来てるんですけども人が少ない公園になってまして、ちょっとその寂しい雰囲気っていうのもこの1枚の写真で表現できたんじゃないかなと思っております。はい、本日は新緑の写真を撮りに来ておりました。新緑の写真はちょっとこう緑が鮮やかな葉っぱを撮ることができますので結構写真映えするんじゃないかなと思います。被写体自体はちょっと地味に感じると思うんですけれども、色をきれいに表現してあげるといい写真になるんじゃないかなと思います。で、新緑の写真を撮るときは、公園がいいかなと思います。公園とか神社とかそういうところは、開けた場所もありつつ、ここみたいに木漏れ日が当たってて明暗差が大きいところが見つけやすいですので、太陽の光で透けた葉っぱであったりとか露出を下げて緑の鮮やかさを強調したような写真を撮りやすいですので、5月から6月アジサイが咲く、手前ぐらいまでは、楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひ近くの公園とかに撮りに行ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will play. In the twilight's gentle glow, where emotions overflow. Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the